はい、内山光一のザ・ゴドチャンネルです。はい、よ本日もよろしくお願いいたします。ろしくお願いします。前回はね、お話ししてるうちに、例言するのを忘れてしまいましたけども、そうでしたね。お話だけで終わっちゃいました。はい、強い信号で来ておられますので、しっかり、お聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。はい、それでは、エレナさん準備をお願いしたいと思います。先ほどから待っておられますので、お願いします。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、先ほどからお待たせいたしまして申し訳ございません。はい、エレナさんの方においただきお言葉いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。まだおられますね。私のところに来ておられる方、エレナさんの方にスーッと入っていただいて、恐れ入ります。お願いしたいと思います。お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。それでは送ります。はい。お会いください。うん。はい。おいただきましてありがとうございます。うん。うん。恐れ入ります。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。藤原のはい。頼朝。はい。うん。頼朝様、おいただきまして誠にありがとうございます。うん。はい。以前も来られたことあったかな。はい。恐れ入ります。それではお言葉いただければと思います。よろしくお願いします。私が今いるところは、何やらひな壇のようになったところで座っているのだが、いろいろな者たちがこのひな壇に座っており、私もその一人だということである。しかし、あまり明るい感じではないので、私の思いとしては、まだまだこれから向上せねばならぬところにいるのだという自覚はある。うん、戦いをもって世の中を制し、そして国を動かしていくということは実にやりがいのある仕事ではあった。知恵も使うし、力も使う。また、金も使った。あるいは女子の力を使うということもあった。それも作戦のうちの一つである。時代が時代だけに、ありとあらゆる人間関係を使って、抜け駆け、騙し、陰謀、策略、様々なことが行われて当たり前の時であった。知恵のある者が勝つ。金のある者が勝つ。軍勢を多く持っている者が勝つ。そういう時であった。自分の勢力が及ぶ範囲を広げ、天下を治めるということが何よりの名誉であると、そう思って一族郎と、これらを守っていくために、致し方なく
いや、あるいは自ら進んで、その戦略を進めた。その結果である。今の時代にあっても、同じようなことは行われているのであろうと思ってはいる。その当時の者たちが今の時代に生まれ変わり、同じようなことをやっていると思って見ているのだが、相変わらず、やはり昔取った絹塚で、同じような策略をとっている者もいれば、何とか進化しようとして考え方を改め、違う手法でもって世を制していこうとしている者もいる。それぞれがそれぞれの形で、自らの魂を進化させようとしているのである。国の政治を司るということは、非常に大きな責任が伴うとともに、大きな権力もまた伴ってくる。その権力欲しさに、皆が争い合い、競い合うことになる。そうした人間世界のからくりの中に我らは生きているのである。そうする中で心が乱れ、怒りに満ち、悲しみに満ち、苦しみに満ちながら、一瞬の喜びのために人生をかけていくということが、どれほど真剣に行えるか。それこそが人間の一生というものであろうと思う。私は今ここに来て、久しくこの場所から離れず、じっとしているのだが、同じように十二一重を着たまま、この場所に居座っている者もいる。頭の中はおそらく同じようなことをぐるぐると巡り、繰り返し考えているのだろう。なぜなら私自身がそうであるからだ。しかし時は今、新しい時代を迎えている。天上界の怒りが落ち、地上は大変なことになっている、その様子を見ているのである。人間として地上に生まれ落ちたならば、その殺伐とした中に自らの身を置き、生きていかねばならぬ。それを思うとき、地上に生まれるのもいい。とても厳しいものがあり、高みの見物のようにして、このようにただ見ているだけが良いかもしれぬ。しかし、ただそれだけを漫然と繰り返していたのでは、魂の向上にはならず、我の境外は愛も変わらず、このような少し暗い世界で同じことを思い続けているのである。向上してゆくためには、地上において努力をなし、功績をなさねばならぬ。その行いによって、自らがその判定をし、より高きところへと上がっていくことができるのだが、地上に降りたときに、そのことをすっかり忘れ、地上の原理にて、我が魂に刻まれたその魂の性質のみが
考えを起こし、行動を起こして生きていく。そうする中に、もともとの目標としていたもの、目的としていたことなどを忘れ果て、心の中に残っているところの我欲が地上での人生を決めていくことになる。これに惑わされてはならぬ。これに惑わされてはならんのだと何度も声をかけるのだが、全く聞こえもせず、ハンで押したように暗闇へと落ちていく姿を見ていて、滑稽でもあり、また哀れでもある。そうしてこちらに帰ってきては、また落胆するのである。人間の人生とはおおむねそのようなことになっている。このからくりを知ったならば、地上において欲望を満たすことのその価値の低さ、真の意味を知らずして、この世的な価値観の中に溺れ、それで満足している者たちが数多くいることを見るにつけ、地震が起きて、その波に飲み込まれ、この世での命を終わる者たちの必然とも言えるその魂の生き筋が見える思いがするのである。私とて決して例外ではない。同じことを繰り返し、同じ過ちを繰り返し、しかしその時には一生懸命になって生きているのであるから、それなりの成功も収め、誇らしい気持ちになって、こちらに帰ってきた時には、またやってしもった。そう思ったのである。いかにも滑稽なことよ。ため息をつきながらこの景色を見ている。その心境をそちらの世界に生きている時に思い出していれば、道を誤つこともなかったであろうに。人間とは、かくも浅はかなものだと繰り返し反省をしているところである。以上だ。ありがとうございます。うん、誠に、人間というのはそのようなものですね。うん、そんなものを何度も何度も繰り返して、ありのごとく一歩進めればいい方かなっていう感じですね。うん、うん。そうだ。ただ、生きている中で、仏法真理っていうもの、仏の教えたものが地上で説かれます。うん、これにいかに縁を持つかですね。そのようなものにうん。縁を持つことがなかった。うん。まあ、近くにあっても気がつかないってこともありますけども、そうだ。やはり、うん、仏の教え、神仏の教え、仏法真理、これを何が何でも、まあ、読むことがなくても手に握るぐらいまではやりたいですね。
その次の人生では、それを紐解くことができるかもしれない。私とて、うん。仏の教えに全く触れなかったわけではないのだ。うん。ただその真なる意味について知ることなく、まあ、今日をそらんじていたに過ぎない。あ、学んでおられたんですね。うん。頭で理解そう。されてた。そういうことだと思う。今、地上でこれを味わうことが、ね、できる時代ではなってますけども、それができる方って本当少ないんですよね。うん。うん。今がチャンスではありますね。そうだ。うん。そういったものを一つの教養としてのみ取り入れていたものもたくさんおったゆえ、うん。中身について熟考することはなかった。うん。そこが、うん。うん、浅はかなところであったと思う。そうですね。力すれば、飾り程度しか思ってなかったってことですかね。そうだ。うん。やはり私たちが神の子であるってことを忘れたせいですかね。まあ、そのことをうん。口にはしていたとしても、うん。心底、どの程度、うん。それを我がものとしていたかどうか、うん。そこがつぶさに現れてくる。うん。それほどまでに、違いが出るとは思ってもいなかった。やはりそうですよね。味わってなければ持って帰れませんもんね。そうだ。うん。一応形としては、うん。しっかりとやっている姿をとっていた。うん。それで良いと思っていたのだ。経文をそらんじることで、うん。しっかりとその道を進んでいると思っていた。だが実際には、それでは何も分かっていないうん。ということが分かったのだ。うん。帰ってみればそういうことなんですね。そう。うん。それゆえ、今、はい。悟りという言葉がうん。あるのだとうん。いうことを知ったのである。なるほど、悟りですね。そういうこと。うん。今、地上で仏法真理を学んでいる方は相当おられると思いますけども、そちらの方から見て、その悟りに少し近づいている方たちっていうのはどのくらいおられるんでしょうか？パーセンテージで。私にはそこまでは見えない。うん。どのくらいを売るのかはうん。見えん。うん。自分のことしかわからん。うん。同じような方がいっぱいおられるってことですかね。そらんじてるだけっていうか、やっそうだ、てるつもりっていう。そうだ、それは非常に多い。うん。うん、非常に多いのだ。うん。だから、うん。わしが今いるところよりも上の世界がうん。どのくらい人がおるのかは知らん。なるほど。うん。今私もこうやって一生懸命皆さんに声をかけてるわけなんですけども、どちらかというと、悪人扱いされてるわけなんですけども、うん、なんとか伝えたいと思うんですけども、何かいい方法ないものでしょうか？もし、あなたに伝えるとすれば、どういう言葉を使ったらいいのか、言葉っていうか思いを持ったらいいのか。おそらくそれは本人が気づくまでうん。わからんであろ結う。果的にましてや、そうですね。うん、とはい。うん。地上での地位が高く、うん。そして環境もよく優遇されておればおるほどわからぬものだ。うん。だから、
むしろ地面に這いつくばるようにして苦労の中を生きている者の方が、そういうことに心から触れることができるとうん。思う。実は、その方がはるかに美しく、尊い学びをしているということは言えるだろう。おそらくそういう者たちは、わしのいるこの世界よりも上の世界へ帰っているのではないかと思う。うん。それが地上にいるときには、全く見えんのだ。なるほど。ひな壇の上にいては見えないってことですね。見えない。うん。そのひな壇で高いところにいるっていう、それだけで満足してるんですね。そうだ。しかし帰ってきてみれば、このひな壇とてうん。惨めなものだ。うん。一応飾りのように座らせてはもらっているが、うん。決して美しい場所でもない。うん。そこにただ座っているだけだ。うん。ありがとうございます。そうん、ちらの様子がよくわかりました。うん、少しでも多くの方にやはり伝えていくしかないかなと。あとはもう本人に任せて、とにかく伝えることは伝えなくちゃいけないなと思ってます。そうだな。うん。ま、今日のお話を聞いて、心に当たる方いっぱいおられると思います。私もまたそのうちの一人です。もっともっとやはりしっかりと味わっていかなくちゃいけないかなと思ってますので、うん、本当に有意義なお言葉いただきましてありがとうございます。うん、はい。共に長い時間をかけてこの地球を素晴らしいものにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あ、はい。どうもありがとうございました。いや、ありがとうございはい。ました。どうもありがとうございました。はい。藤原の頼朝様でした。はい。私からなんか頼朝様に何かしなくちゃいけなかったのかな。いや、でもね、うん。何かをしてもらったからどうかなるっていううん。のでもなさそうでしたよ。でしたよね。う本人がん、気づくまでやるしかないっていうか。そうん。う、自分で気づいて自分でそこを修正していくっていうことしないと、ちょっとでも上には上がれないみたいで、うん。なんか誰かから何かしてもらって上に上がれるっていうもんでもなさそうでした。ないですよね。ううん。ん、でも、今のね、お話聞かれて、よくよくね、やはりわかるかなと思います。うん、ですね。思い当たることがあるんですよね。はい。うん。熊本支部だけで取ったとしてもね、他の支部ももちろんありますけども、うん、肩書きを持ってない方、うん、そして、まあ、皆さんが少しね、まあ、弾かれているような方もおられますけども、うん、意外と心が綺麗なんですよね。うん、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 うん。で、心が綺麗で、素直なゆえに、言葉がそのまま出ていってしまって、うん、トラブったりとかされてますけども、まあ、それも学びのとこだろうと思いますけども、うん、ただ、復活の祈りがおかしいってことはね、やっぱりすぐ言われてるんですよね。ああ、うん。だからね、すぐ分かられるんですよ。うーん、ところが肩書き持ってる方は、うん。そう思っちゃいけないと言ってんですね。ああ、そっか。うん。合わせちゃってるのかな。うん。で、本人の心も騙してしまうっていう。うーん。頭から思わない方もいるんですね。上から言うからそうなんだっていう方もいるんですよね。ああ、はいはい。うん。だから何も分かってないというところなんでしょうね。なるほどね。うん。そうですね。で、その肩書きの持ってない方は、ね、おかしいと。うん、でもね、1回2回は言っても、それ以上のことも言わないで、淡々とやっておられるんですよね。うーん、うん。そういう姿を見ますね。うん、まあ、生きにくくなったから、まあ、言ってませんという方もおられるし、うん、うん。様々ですね。うーうん。ん。
これ本当にね、肩書きというものをなくして、本当に自分の心の奥の方をしっかり見て、どうなのかと。いろんな言い訳を全部外して見ていただければね、いいかと思います。皆さんね、やはりね、地獄に行ってほしくない。私も含めてね、行きたくない。だからね、本当にね、心をきれいにしていきましょう。そして素直に行きましょう。ね、肩書きしたり、飾ったりしないで素直に生きていこうじゃないですか。で、その素直な心で仏法真理を伝えることができれば、意外と広がっていくんじゃないかと思います。なるほどね。肩書きがあって広げても広がりはしません。ですね。上から目線では絶対広がりません。ね。味わったものがしか出ないような、このなんていうかな、オーラっていうのが出てくると思うんですね。香りっていうか。はいはい、そうですね。それでもってね、伝道していただければなと思います。はじめ、政治の話かと思ってたんですけど、実は悟りの話だったんですね。そうですね。政治するにも何するにも結果的には個人の悟りなんですよ。そのために現れていくんですね。で、リーダーとしてちゃんとできますかってことで政治があったりとかするんですね。なるほど。だからそういう魂の場ですね。そしてまあね、悪性が得られる時もありますけど、その中で何を学びますかっていうところでしょうね。悪性するものはするものとしてその中で苦しみがいっぱいあると思いますんで、学びがあるんですね。そして事態は少しずつ良くなっていく、または悪くなっていって、またやり直しとか出てくる感じですね。そういうことなんですね。個人においては永遠の向上をしていく。こういった人類全体的の歴史から見ても、天正輪廻を繰り返しながら、文明という天正輪廻を繰り返しながら、やはり向上していってるってことですね。これは地球そのものも向上していってるってことです。地球そのものも向上している。そうですね。はい。そして、どうしようもなくコルタルみたいにしてもう心が動かない方たちは沈んでるかもしれませんけども、上の方が少し明るくなってくると、地獄界の世界も明るくなってくると、このコールタイルのところにも火が届くんですよね。そんな形でね、やはりね、ゆっくりと光を強くしていくというか、大事じゃないかと思います。なるほどね。そうですね。そうか。生きてる時には気がつかないんだ、なかなかね。気がつかないですね。三次元的な価値観とかそういうものがあるから、そうです、そうです。真実を見抜けてないんでしょうね、そういう時は。目に見えないものですから。そうですね。目に見えるもの、そして手で触れるもの。あとは、なんて言いますかね、肩書きとかね、地位ですね。三次元的地位ですね。わかりやすいものですね。はい。そういうことです。しっかりとね、皆さん、悟りを目指して頑張っていきたいと思います。このチャンネルでは、勉強会で悟りを目指す、勉強会をやっております。要するに、法を味わうという勉強会をやっております。どうかね、多くの方参加していただければと思います。それでは、これで終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。高明です。はい。お父さんの守護霊さんになりますかね。そうです。そうですか。高明さんの時代に持ち越した問題。持ち越した問題。それを引き継いでると思うんですね、問題集が。ですから、高明さんの時のちょっとそういったエピソードなんか教えていただけませんか？木々の生い茂った深い山でした。ちょっと無理をして登ったと思うんですね。足を滑らして落ちたんです。落ちました。足の骨を折りました。上がれなくなってしまって、それっきり。そこで亡くなられたんですか？そうでした。多分そうです。私の記憶はもうそこで、途絶えてますね。
だから今の痛み、足の痛みはそこの骨の骨折のところですか？多分そうでなかろうかと思いますね。ああ、なるほどね。はい。うん